アーティスティックなエントランスになってます。個人で起業される方とか、一番最初の個展とかにぴったりかなと思います。六角堂に来ました。関係者の方にお聞きしたんですけど、六角堂の秘密スポットとしてあり見えますかね。今、こちらに。本日は四条烏丸駅から徒歩5分の双方オフィスをご紹介させていただきます。こちら六角通りに面してて、六角新町にございます。みのりビルさんと言います。まず入ってきていただいたら、上見てもらったら、パイプが無数に組まれたアーティスティックなエントランスになってます。で、こちら見てもらったらいろんな彫刻物とか、もう入ってすぐたくさん展示されてますね。こちらの作品なんですけども、日本を代表する彫刻家であり、京都市文化功労者でもある富樫実さんという方が全て作品を作られております。このオブジェも黒大理石で富樫さん代表作である空をかける階段っていうデザインです。他にもたくさん展示物が置いてます。こちらの物件、ビル全体に富樫さんの作品が散りばめられてまして、一緒に見に行ってみましょう。2ポイント。入ってすぐにも富樫さんの作品が並んでいますね。で、上にも大きい天窓があって、光も入って開放感のある明るいエントランスになってます。来客来られたらこちらでも対応してもらえます。はい。では3階に空室があるということなので、早速行ってみましょう。はい、じゃあお部屋の方へ行ってみましょう。317号室です。こちらのお部屋は今、空室になってまして、3.5 坪ぐらいあります。これぐらいのコンパクトさだと、サテライトオフィスとか、ちょっと個人で起業される方とか、そういうの一番最初の拠点とかにぴったりかなと思います。エアコンであったり、あとはこのセコムであったり、と1階からのインターホンを鳴らされた時にこちらで受けれるように、最低限の設備が整ってるかなと思います。こちらの機械なんですけど、レーザーで高さが測れるような便利なものになってます。これで測ります。はい。高さは 2.3 メートルです。事務所としては一般的な高さかなと思います。はい。お部屋はコンパクトなんですけども、来客があった時とかはこちらのミーティングルームでご対応いただけます。こんな感じです。これが各階にございます。これは無料で使える？はい、無料でお使いいただけます。予約とかもいらない？はい、いらないです。こちらに共用の複合機が設置されています。お部屋で印刷パソコンからかけていただいて、こちらでプリントをするっていう設定も可能です。なんでお部屋にプリンターを置かなくても使えます。先ほどのエレベーターとは別にこちらにもエレベーターがあります。2台あります。フロアに2つあるんですか？合計で3つあります。はい。部屋数が多いので3つあるっていうのは結構便利かなと思います。で、こちらが休憩ブースです。ここでランチされたりとか、ちょっとした打ち合わせとかであれば、ここもご利用いただけます。いいですね。個室っぽいスペースがある。そうですね。光も入って開放感があるかなと。はい、5階に着きました。はい、こちらのお部屋は大事な打ち合わせとか、ちょっと偉い方とか来られた時にはこちらのお部屋を使っていただけます。こちらの時間貸しの有料となってます。5階にもカウンター形式の休憩スペースがあります。こちらでランチとか飲食も可能です。はい、給湯室には IH も設置されてて、あと電子レンジもあります。こちらもご自由にお使いいただけます。
はい、オフィスビルには珍しく喫煙室も完備されてます。クーラーも完備されているので、わざわざ外行かなくてもこちらで喫煙していただけます。はい、物件の敷地内には駐車場と2階に駐輪場も完備されています。駐車場は今ちょっと満車ということなんですけども、空き次第ご案内は可能です。で、2階に駐輪場もあります。街中で駐輪場があるビルってちょっと少ないんで、これは結構皆さんありがたいんじゃないかなと思います。2ポイントオン。じゃあ、的場さん。はい。本日のテナントのおすすめポイントを教えてください。はい。一つ目が初期費用を抑えられます。複合機やインターネット環境が整っているので、開業資金が抑えられます。で、二つ目が地下鉄の四条駅、烏丸駅、あと阪急も徒歩5分以内で 3way になっております。ぜひお問い合わせお待ちしております。今後もこのような物件紹介させていただくので、チャンネル登録お願いします。2ポイントオン。はい。じゃあ先ほどのみのりビルから歩いて六角堂に来ました。この六角堂はすごい珍しくって、周り見てもらったらわかる通り、オフィス街のど真ん中にあります。もう四方ビルに囲まれているお寺です。こちらのお寺なんですけども、聖徳太子が作ったと言われてて、1400年以上も続いている歴史的なお寺です。こちらの六角堂は、生け花の発祥地としても世界的に知られています。先ほどのみのりビルとのアート空間ともリンクしてますけども、そういうクリエイトとか、ちょっと美術的なお仕事をされている方、一度お立ち寄りいただいてはいかがでしょうか。何かインスピレーションが感じられるかもしれないです。関係者の方にお聞きしたんですけど、六角堂の秘密スポットとしてあり見えますかね。フクロウがいます。フクロウの銅像がありますね。六角堂の偉い方がすごい鳥が好きだそうで、中に白鳥がいたりとか、オブジェというか、絵とかにも鳥が散らばってます。散りばめられています。すごいすごいすごい。